千姫の生涯。どうする家康に学ぶ日本史。淫乱だったのは本当か。千姫は徳川家康の孫で豊臣秀頼に嫁ぐが、豊臣家が滅びると淫乱に走ったや自害させられたなど、さまざまな逸話で語られている。本当の千姫の生涯を見ていこう。千姫は1597年慶長2年5月、後に徳川幕府の2代将軍となる秀忠とお郷の長女として生まれた。すると豊臣秀吉はまだ4歳の秀頼の許嫁に千姫を指名する。7歳になったばかりの千姫は1603年慶長8年7月、秀吉の遺言を遵守した徳川家康によって11歳の秀頼のもとに嫁いだ。千姫の母お郷は茶々の妹なので、秀頼と千姫はいとこ同士である。千姫が嫁いでからも豊臣家と徳川家の仲は険悪化するばかりであった。そしてついに1614年慶長14年に大阪冬の陣が勃発する。この時は堀を埋めることによって講和が成立するが、大阪城は本丸を残すばかりの裸城となっていた。翌年に再び全国に出陣の号令を発した家康は大阪城を十数万の兵士で取り囲んだ。この大阪夏の陣で大阪城は炎に包まれたが、その中で千姫の救出作戦が決行される。この千姫の救出作戦については、戦いで混乱している中、関係者の多くが戦死しているため、事実が歪められ、さまざまな逸話が生まれ語られてきた。その中でも一番多く語り継がれてきた通説は次のようなものである。落城寸前の大阪城で、茶々は千姫が逃げないように千姫の振袖を膝の下に敷いて監視していた。しかし胸部鏡の局が隙を見て千姫を逃し、旗本の坂崎出羽守がやけどを負いながら千姫を城外に救い出した。やけどで見にくくなった出羽守を嫌った千姫は本田忠勝の孫でイケメンの本田忠時に一目惚れして結婚する。出羽守は千姫を取り戻そうとするが失敗して殺害される。千姫は忠時との間に子供を設けるが、忠時も早生してしまう。江戸に戻った千姫は麹町の吉田御殿に住んで色欲に溺れ男を漁ったために、やがて将軍に自害させられるというストーリーである。江戸時代には庶民の間に以上のような逸話がまことしやかに広まり、現代にまで語り継がれてきた。しかしこれらは全くの作り話で、事実とは相違していたのである。実際には大阪方の大野春長が茶々と秀頼の除名嘆願のために千姫を大阪城から脱出させている。また脱出交渉にあたった大阪方の堀内氏久がたまたまそばに陣を張っていた坂崎出羽守ではなく坂崎直盛に千姫を託しただけであった。
家康のもとに送り届けただけの坂崎直盛がいつの間にか坂崎出羽守というヒーローとなってしまったのである。また千姫が脱出したのは大阪城が炎に包まれる前日のことであったため、直盛がやけどを負ったというのも全くのデタラメである。ただし直盛が千姫を奪おうとしたのは事実であったようだ。京都に知り合いの多い直盛は家康から千姫の嫁ぎ先に公家を探すように頼まれていた。ところが千姫が本田忠時に一目惚れして嫁ぐことになったので、直盛は面目丸つぶれとなった。そのために直盛は千姫の花嫁行列に割って入って結婚を阻止しようとしたというのが事実である。また千姫が吉田御殿で乱行を繰り広げたという話も全くの創作である。麹町には吉田という地名はなく、東海道の吉田宿という色町があり、美しい遊女がいることで有名だった。そのために千姫と吉田宿を結びつけて面白おかしく語られたようである。江戸の庶民は徳川家の人々を揶揄して日頃の鬱憤を紛らわしていたと考えられる。実際は大阪夏の陣の翌年に本田忠時と結婚して10年目に死別した千姫は江戸に戻り剃髪して天寿院と名乗っている。さらに千姫は秀頼の忘れがたみである女の子を引き取って養育し、鎌倉東慶寺の尼天秀にとなるまで育て上げている。千姫は1666年寛門6年竹橋御殿で70歳で亡くなるまで低粛な未亡人を通したのである。